はようございます。ただいま朝の6時半です。今回はフランス在住日本人25歳女の3日間をお届けします。仕事して、勉強して、料理して、特別なことはありませんが、楽しんでいただけると嬉しいです。初めの頃は起こさなきゃと思って必死に起こしてたんですが、最近は5回目、6回目ぐらいになったらアラームが鬱陶しくて起こすという感じになってきました。フランスの企業全部に当てはまるかはわからないし、職種にもよると思うんですけど、彼の場合は出勤時間なんか結構自由みたいだし、バカンス命なのでお休みもめっちゃあるし、フランス語が喋れたらフランスの企業で働く方がいいなって思いますね。ちなみにですが、キッキャットの朝一番にすることは外に出ることです。8時くらいになったら朝ごはんを食べます。フランスと日本の時差は今8時間あるので、朝6時から日本の会社のリモートワークをしています。日本の時間だと14時終業です。で、私もともと朝ごはんもりもり食べる派だったんですけど、こっちに来てからは朝起きて速攻仕事する生活リズムになって、朝ごはんをほぼ食べていなかったんですよね。そのせいで昼ご飯を2回食べちゃったり、間食毎日食べたりで、なんかこの生活良くないなと4ヶ月目にして思い始めたんですよ。それで最近ヨーグルトとあるものを適当に乗っけたやつ、ボールを意識的に食べるように始めました。簡単に準備できるから長時間離席しなくていいので、罪悪感もないしおすすめです。8時半くらいになるとやっと明るくなってきます。お昼ご飯にチャーハンを作っています。こっちに来てからチャーハンを作ることが増えました。というのも、日本で食べてる時よりお米本来の味を美味しいとあまり思えなくって、ご飯が余ったらいつもチャーハンにしてしまいます。こっちに来る時、一人暮らししてた時の炊飯器を送ったんですけど、電圧の違いをチェックしておらず使えなかったので、普通のパン、フライパンみたいなのでお米を炊いてるんですが、お米なのか水のせいなのかわからないけど、何かうまく再現できなくって、何かもしいい方法があれば教えていただきたいです。今この間買ったキムチを使ってキムチチャーハンを作ってるんですけれども、冷蔵庫に入れてたらなぜかこんな風に凍ってしまいました。で、このキムチ近くのスーパーで売ってて買ってみたんですけど、失礼だけど全然美味しくなくって、なんか全然キムチじゃないんですよね、味が。だから米と一緒に炒めて味付けして食べるようにしています。やっぱりパリのアジアスーパーとかに行かないと私たちが求める味を見つけるのは難しいなと感じますね。ちょっとお買い物へ行ってきます。家に帰って新しく買ったおやつで一息つきながらフランス語の勉強を始めます。実は年始に学校でテストがあったんですけれども、それの結果をお見せしたいと思います。本当に初心者レベルなんですけど、80問中78問合っていました。イエーイ。で、100点に換算すると 97.5 点ということで、何を間違えたのかっていうとこなんですけど、ここなんですね。このたった2問だけでした。
テストの前にお友達と見直しをしてたんですけど、反対に覚えちゃって T じゃなくて S だったっていうところですね。テストはこんな感じです。こんな感じ。あとはここと絵の中から選ぶみたいなやつとか、あと最後先生が番号を読み上げていって、それをちゃんと聞き取れるかっていうのをやったんですけど、これ自信なかったんですけど、なんと満点を取りました。フランスの電話番号である形なんですけど、なんとか先生すごく最初はゆっくり読んでくれてたんですけど、なんか3問目4問目くらいからすごい早くなって、やばいやばいついていけない、どうしようってなってたんですけど、なんとか満点を取ることができましたので、もうちょっとこれからもっともっと基礎を固めていっても、これはもうすごい基礎の部分なので、もっと基礎を固めていって、フランス人の方と簡単な意思疎通がまずはできるようになれたらなと思ってます。いつも勉強中に使ってるこのウェブサイトは学校の先生が教えてくれたやつで、ラホースという名前です。単語の活用を調べられたり、わからない単語を英語からフランス語に訳せたり、他にもこういった言語が使えます。私は英語で日常会話できるくらいのレベルなんですけど、もっともっと上達したいなって思ってるので、英語で調べるようにしています。英語と同時にフランス語が勉強できるので、私的にはお得だなと思ってます。でも日本語がないので、フランス語から日本語、日本語からフランス語に翻訳したいっていう方にはあまりおすすめできないですね。なので他にいいサイトやアプリを見つけたら共有したいと思います。で、私は今本当に語彙力がないので、授業や教科書で出てきた単語をかえってひたすら翻訳しています。そうすると次の授業で先生がその単語を言った時だったり、街でその単語が書いてある看板を見かけた時に、あ、これこういう時に使うのか、あ、これ昨日やったやつだみたいな感じで、なんか自分の頭の中でその単語の意味が結びつくんですね。でその時に私は一番なんか自分の頭の中に残りやすいなっていう風に感じてて、でその何かフランス人の人と話す時にこうやって言いたいと思った時に、あ、この単語を使えばいいんだみたいな感じで、こうだんだんこう分かるようになってくるというか、使えるようになってくるので、今はこういう感じで語彙力を増やしています。私本当にフランス語初心者なので、何かこの勉強法効果的だったよとか、こうしたらすごくすぐ身についたよみたいなのがあれば、ぜひ教えていただきたいです。その後は問題集を解いて、とにかく基礎を固める練習をしていました。勉強が一段落したら夜ご飯を作って彼の帰りを待ちます。今日の夜ご飯はファーストフード風にしてみました。満腹になれるけどお店よりヘルシーで罪悪感が軽減されるので、また作ろうと思います。おはようございます。今日も6時から暗闇の中お仕事を開始しています。
朝ごはんを食べます。正直に言うんですけど、このキウイは完全に動画用ですのでご安心ください。いつもはこんなに綺麗に切りません。仕事が終わり、お昼ご飯を食べて少し時間があったので、問題集を解いていきます。この日は学校行った後、パリへ行きました。私より少し前からワーホルに来てて、パリに住んでいる子たちに会うんですが、お家で鍋パをしようと誘ってくれました。そのうちの一人が、私の大学生の時のお友達の友達でつながることができました。パリのラーメン屋さんで働いてて、一回食べに行った時に少しお話ししたので、今回で会うのは2回目ですごく緊張しました。学校での授業が終わったのでパリへ向かいます。おはようございます。突然 Day3 になって申し訳ないんですけれども、昨日の夜お友達と会ってお家に帰ってきて、今朝起きて家事をしているところです。この日は仕事が休みで、私は週に4日だけ働いているので、1週間に1回はお休みがあるので、この日はお休みでした。で、昨日の夜なんですけど、すっごく楽しかったです。で、私人見知りだし、会うの2回目で、普通だったらあまり行きたくないなって思いがちなんですけど、やっぱフランスに住んでる日本人、しかも友達の友達っていうだけで、なんか聞きたいことだったり話したいことがたくさんあって、ずーっと喋ってました私仲いい人の前だとめっちゃ喋るんですけど、シェアしたいこととか、あれはどうだこれはどうだって話がポンポン出てきて、話題に困ることはありませんでした。で、鍋パで気分ち鍋をしてくれたんですが、久しぶりに白菜やえのき、あとは薄切りの豚バラ肉とかが食べれて、とっても嬉しかったです。で、この薄切りの豚バラ肉がね、普通のスーパーだと売ってなくって、友達はパリに住んでるからアジアスーパーとか簡単にお買い物できるから、この豚バラ肉とか白菜とか簡単に手に入るんですよ。だけど私はパリ郊外に住んでるので、パリにそんなに頻繁に行かないから、なかなかお買い物ができなくって、で、白菜はこの前スーパーで初めて売ってるの見つけて速攻買ったんですけど、薄切り肉は本当に見つけられなくって、スーパーの中に入ってるお肉屋さんに薄切りできないかとか彼に伝えてもらったんですけど、薄切りする機会がないから無理とかってダメで、でもつい先日彼が出張に行ってる間にそっちのスーパーで豚バラの薄切り肉を見つけたと連絡が来たんですよ。なのでまた近くのスーパーでもう一回それがありそうな場所を探してみようかなと思います。昨日会ったお友達がパリのラーメン屋さんで働いていて、このお店の餃子と余った冷凍ご飯をお裾分けしてくれました。冷凍ご飯はこれの他にあと2つあって、餃子もあともう1パックあって、それは今日の夜彼と食べようかなと思うんですけど、すごい嬉しいです。今ちょうど米を切らしていたし、餃子もなかなか自分で作ろうと思うと手間がかかってめんどくさいので、本当にありがたいです。なので今日の昼ご飯はこの餃子を食べます。多いな。思ったより多い。すき焼き。日本から持ってきたこのふりかけと一緒に食べます。
餃子を美味しくいただいた後は勉強を頑張ります。でね、実は最近フランス在住の日本人の方たちに会う機会が結構あって、この鍋パをする前に2人お会いしてて、でどちらも大先輩なんですよね。彼の友達の奥さんとか、そういった感じのつながりで、1人は約20年以上、もう1人の方は50年以上フランスに住んでるっていう風に言ってました。もう大ベテラン様じゃないですか。だから私が今後の人生において悩んでることとかを相談させてもらったり、あとは外国人としてフランスに住んでて経験されたことやためになる話とかもたくさんしてもらえて、で共感できる話もたくさんあって、本当に楽しかったんですよ。で自分はこんな人たちの話を聞けて恵まれてるなってポジティブになれた2025年の幕開けでした。お二人とももちろんフランス語ペラペラなので、私も早く二人みたいになりたいと勉強を頑張るモチベーションにもつながりました。お風呂に入って夜ご飯の準備をします。この日は日本から持ってきたカレー粉を使ってキーマカレーを作りました。ブンブンチョッパーも日本の100均で買ったやつです。これはめちゃくちゃ重宝してます。でフランスのお店でもブンブンチョッパーと同じ用途のやつは売ってたんですけど、高いって感じで、確かにクオリティは高そうだったんですけど、100均のブンブンチョッパーで何の問題もなしなので、私は持ってきてよかったなってすごく思います。彼の帰りが遅くなるということで勉強に戻ります。こういうちょっとした空き時間ってスマホ見てたら一瞬で過ぎちゃうけど、勉強とか趣味の時間に使えれば時間を有効活用できた気がしてすごく嬉しくなるんですよね。私は多分私だけじゃないと思うんですけど、でこういうこと言ったら毎回有効活用できてる人っぽいけど、現実はそうではなくって、スマホ見ちゃったな、見過ぎちゃったなみたいな、もうこんな時間かって後悔することの方が多いです。なので一緒に適度に何か頑張ろうって思って見ていただけたらとても嬉しいです。ちなみに彼のリクエストに応えて夜ご飯には味噌汁も作りました。以上、フランス在住日本人25歳女のリアルな3日間でした。コメント欄でぜひ感想をお待ちしています。ではまた次の動画でお会いできる